16ぐらいの時に母ちゃんがこう出て行ってからね、自分を置いて米に塩かけて食いよったんですよ、毎日。どうやって飯食おうかねってなって、だけどやっぱ生活できんでしょ。自分も片親やったけ。ほんで母ちゃんどこ行ったんかって言われて、俺も分からんけ。自分でも基本あんま人好きじゃないんですよね。小さい時からなんかもう人を信用するっていうのはあんまできんでから、こう人と関わりたくないというか、若い時ですね。なんで今飲食店しようかって話なんですけど。めっちゃうまい。こんなん全部食べたらすぐ食べた。やばい。ありがとうございます。ああ、まあ、でも、うまくないこれうまい。おとま。料理しかなかったんですよね。まかないとか出てご飯食べれるやないですか。それにつられてやないけど、ご飯は食べれるなと。ずっとそこから飲食店です。ここは、九州鶏はちょっと流通が結構あるんで、鶏のお刺身だったり、焼き鳥も出しますし、で海鮮系、旬なものですね。で、それを刺身だったり、もうシンプルに炭火焼きだったり、後で対馬から穴子が届くと思うんですけど、それだったり、鹿児島の長島っていうところに、ブリの養殖ですけど、ブリ王っていうブリがあって、それものすごくうまいんですよ。ブリ王もそうですけど、対馬の穴子も釣り行ったりして、仲良くならしてもらって、それから、だけど対馬も穴子ももう漁師さんから直で入れてもらってるんですよ。周りにいい人たちがいるんで、そういうつながりで九州のですね、美味しいものを提供できる形はありがたいですね、それでね。16ぐらいの時に母ちゃんがこう出て行ってからね、自分を置いて米に塩かけて食いよったんですよ、毎日。どうやって飯食おうかねってなって、だけどやっぱ生活できんでしょ。自分も片親やったけ。ほんで母ちゃんどこ行ったんかって言われて、俺も分からんけ。だけど結局家賃払えとかいろいろ言われるけ、自分もどうしていいか分からんけですね。ちょっとこう、それからなんかこうちょっといろいろその若い時ですけど悪いことをしようって、ほんで警察捕まったりしてですね。その後はちゃんと働きよったですけど、その焼き鳥屋でですね。小さい頃お米に塩かけて食べよったって言ったじゃないですか。コロナの時にちょっとなんかこうちゃんとしたお米の美味しいのを食べたいなと思って、お米のソムリエを取ったんですよ。お米マイスターというか。お米の勉強してなんか見方とか考え方変わりました？変わりました。やっぱやっぱ水、一番最初に吸うお米が吸う水分だったり、そういうところを考えたら、その天然水、足立の天然水を使ってしてたら、ちょっとやっぱこう美味しさも変わりだして、自分は美味しいなとは思います。お米は棚田米を基本使ってるんですけど、ミルキークイーンだったり、棚田米はやっぱ寒暖差があるんで、お米に甘みが増して、すごく甘みがあって粘りがある美味しいお米だと思ってますね。
いません。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。対馬のアナゴですね。もうこれも釣り行ってて、向こうの方と仲良くなって、今こうやって送っていただけるようになって感謝しかないですね。自分でも基本あんまり人好きじゃないんですよね。小さい時からなんかもう人を信用するっていうのはあんまできんでから、あんまりこう人と関わりたくないというか、若い時ですね思ってて、じゃあなんで今飲食店しようかって話なんですけどもう今はもう人と関わってする仕事がこうやって楽しいですね。笑顔になっていただいて、ここの、今いろり高尾ですけど、ガッタンゴットンっていう名前の時に14年前かオープンした時にはやっぱもう全然銀行も融資してくれなかったりとか、いろいろやっぱお金の工面では苦労しましたね。だけど店開けた時は財布にもう600円ぐらいしかなかったやないやろうか。もうだけもう1日2日でもこけたらもう終わり。そんな状態で最初はオープンしたんですけど、なんとかねこうやってこれました。14年。これは若松の富田上っていうところのフルーツトマト。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃもう甘いです。全然余裕。いや、トムさん来たらちょっとややこしいわ。ごってごてになった誕生日って言ったら。いや、めっちゃいいと思う。はい、ちょっと見てくれ。まあ、そっちは高いですよ。習いました。いや、何回も教えてきたけど。夏やけね。
ちが先にやるとそれはすげえ。ちゃんとこれはちょっとまあまあな案件なんで。じゃあ今日はあんま喋れんです。いらんこと言うねん。たら長い。最近茶屋から来たってやっぱここだったらパール鮮魚刺しです。では鹿児島の栗とアオリイカ、ホタテと中トロです。イエーイ。ありがとうございます。これはうまい。どうで止めとけんのにカード。いや本当に知らんしこっちは。調子よくなかった。お前じゃねえけん。って思ってしまう。ダメ落ちてもなんでってなるけん。で花咲くからバカや。社長はいいように。ここなんで。あいつ切らんとかね。俺が言ったし。出世しとうかそう。でもめちゃくちゃ鍛われてでもかっこいいなと思って。まあ今はもうないですけどね。あ、そうなんですね。確かに。激しかった。しそう。だってそれもあってじゃあ国家資格。あ、そう毎年あるんですか。毎年あって、だからもう止めて帰る。最高やね。そうサイズは。はい、失礼します。ウィーンをちりめんさん。ウィーンを覚えて。ウィーン。これめちゃくちゃめちゃくちゃ教えちゃうけ。めっちゃ教えてほしいです。いやうまこれ。ちりめん山椒。これはうまい。飲めるな。すみません。お盆ください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ご飯取ってる。結構飲んだけどね。多い。そう。さすぎるやん。いや、もう下りや。その下り誰も求めじゃあ対馬穴場です。ありがとうございます。はい、失礼します。対馬の穴場です。へえ。そんなすごいタイミングで食べねえ。いやそうなんですよ。でも猫舌ない俺。ああ、まあ、でもあそこ食べあ、うまっ。全然臭ないし。ああ、これはうまい。失礼します。こちら鶏刺し盛り合わせです。ありがとうございます。このタレをつけて食べてください。はい、いただきます。ありがとうございます。これが。ノーマッカは。はい、ありがとうございます。ウニ豆腐です。ウニ豆腐たまらんね。めっちゃやばい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
黒豚の眠り。でもこれは美味しい。ヤスのものは俺がもうさんだね。僕が他にあるんだって。希望公園、希望公園。ご家庭がまあおにぎりとか俺が。あ、そういうことね。俺がおしさんすぎて、ちょっとなんとも食べたこと的なことになる。確かに俺やれろって思うよね。しかもどうかするとこっちの方がしたいし。こっちの方がいい感じから、じゃあもしでも、はい。言うなって。言ったんよ、多分。絶対すごい。その流れを僕の流れに戻ないんであれば、もう俺が悪者になるだけ。それは絶対強いから。兄ちゃん、チェック OK です。すみません、こちらです。開けて、ここ開けて、ここ。全カットだったらマジ面白いです。ちゃんとカメラ目線してる。美味しい。美味しいです。あれ欲しいみたいな。そうなるとちょっと払いすぎとか。シャカシャカしてますか。あるあるあるわバカ。俺が小3の時から今こうやって止めて。対馬の花子につけて。刺身とかさ、いただきます。うん。最高。美味しいけど、あんまり増えても嫌なのよ。はっきり言って。そうそうそう。ママが戻るやつだけ見た珍しいよね。締めラーメン食べますよね。食べます。もちろん食べる。それを食べに来と俺。で今日は大間たけのこと対馬の花子ですね。アワビのカニ味噌焼きです。大将美味しいです。めっちゃうまい。こんなん全部食べたらすぐ食べない。やばい。言ってください。あらと。
二日酔いで飲みたい。スープが好きすぎて幸せ。一番いいだよ。終盤の終盤最高です。おい。この店一番美味しいやつが今から出るけ。すごい入れるじゃん。いいよ。お皿入れて。うん。うまい。皿入れてくれる。ありがとう。うん。右うまい。うまい。全部やってもらう。これ以外全部一回切ろうか。ちょっと待って。いいよ。ミュージック、ミュージック。おめでとう。プロのことなんですけど、逃げられたわけやないですか。正直ですよ、逃げた恨みってなかったです。ないない。それはもうね、全然ないね。やっぱ自分高校はね、中退してあれやったけど、行かしてもらいよったけ、まあ、それはやっぱ生活しながら、ね、母ちゃんやっぱ38で私産んでるから結構こう年齢が高かったんですよね。朝も夜も働いてしよるの見とるけ、もう恨みっちゅうのはないですよ。自分もどうしていいかわからんけですね、小倉にこう遊び行った時にたまたま道を通るようのを見つけたんですよ。まあ、結局その借金抱えちゃってちょっと海鮮でちょっと逃げたっつって、それやったらまあちょっとこう今後一緒に住めるようにはちょっと考えようやっちゅうとこで、なんちゅうかね、まあこう今ね、そのいろんなきっかけがあって、きっかけというかまあそういうことがあってでこうお店できるようになって、それで今のところでのお店もできるようになったわけですね。そういうことというか、まあこういう今頑張りよう姿は見てほしかったなっていうのはですよね。社長、ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。